はい。質問コーナーパート2。はい。早速行きましょう。同棲を始めたきっかけは何ですか？勘違い。え勘違い。付き合ったでしょ？うん、勘違い。何？お互いにあなたのしょっちゅう遊びに来るんやったら、来て泊まるんやったらベッドとか買わないとねって俺が言ったのをあなたは一緒に住むねって勘違いした。えそんな話した？うんしたっけ？した。あれ勘違いだったの？うん。出会って、意気投合したのかな。ちょこちょこ遊びに行きたいね、みたいなとか、ちょっと泊まりに来てもいいよ、みたいな話をして、でも当時俺は実家に住んでたんで、一人暮らしで、めっちゃベッドもシングルのちっちゃいベッドやったから、この距離で、こうやって寝てだからしょっちゅう泊まりに来ることになるんやったら、ベッドとかちょっと大きいの買わなあかんねって、もともと大きいベッド欲しかったんやけどさ、みたいな話をしたら、この人がなんか、お邪魔していいんだっていうかさ、居候していいんだ的なニュアンスで受け取ったみたいで、俺がそう言ったと、この人は受け取ったみたいで、今記憶が蘇った。そうだよね。ベッド大きい方がいいよねって言われて、あ、同棲するんだって俺は思った。俺は、そんなしょっちゅう来るんやったら、ベッド大きい方がいいよねって言ったんやけど、後から聞いたら、そういうことじゃなかったのって、いや、俺単に泊まりに来る回数多いんやったらベッド大きくしたいね。だけだったのね。なのになんか急に荷物ゾロゾロ持ってきてどうしたとか思って、恥ずかしい。勘違い。めっちゃずうずうしいやん。なんか変な流れになっとるけども、いっか、ほっとするし、みたいな。次、改めて相手の好きなところは何ですか？お互いに3つずつ教えてください。またそうやって3つもないと。3つ。先言っていい？ダメだよ。簡単なやつダメだよ。もう分かってるから。簡単なやつ言われる。どんだけ俺自信ないねん。気にかけてくれるところ、気にかけてくれるからこそ家事やってくれたりさ、マッサージしてくれたりとかってあるわけよ。その一つに内包されちゃうんだよね、全部。そんな深く考えなくていい。じゃあマッサージ、家事、気にかける。3つ。終わり。極端すぎん。0-100どころじゃない。0-1000ぐらいの温度差あったよ。コフはあなたの好きなところ3つ。顔好き。B 線。あと、甘え上手なところと、俺を誰よりも笑わせてくれるところ。あと、人生においていろんないい選択肢を提供してくれるところ。次。付き合う前に初めて相手のことをいいなと思った瞬間。この人いいなと思った瞬間。横向いた時に、鼻筋綺麗。お前は顔ばっかか。鼻筋綺麗つって、鼻高え、この骨欲しいってなった。俺が一番いいなって思ったのは、付き合う前、今日ちょっとそっちの家行っていいつって泊まりに行っていいっていう約束をしてた日があって、でも俺その日仕事でしんどくなって、こんなメンタルで人と会いたくないわって思って、ごめん、会いたくないっつってこの人に連絡して、今日の約束キャンセルでって言ったら、この人が仕事早く帰ったっていうか残業せずに、残業せなあかんところも定時で帰って、混んでいいって言ってんのになんか家まで来てくれて、その時になんかすごいいいなって。そんなことしたの俺。優しい。ねえ。でも人によるよね。俺だったら本当に会いたくなくて言ってるのに来られたら本当に来ないでって言ってんじゃんみたいな。でも来てほしくなかったし、来たら迷惑かけるなって思ったけど、来てもらって申し訳ないのとでもちょっと嬉しかったり、ほっとしたりっていうのが、からいいなって思った。やっぱ気にかけられるの好きなんですね。一人で来てたしね。そうですね。次、これ言うとね。次。これ面白かった。動画内で姫の肌の露出度が高めなように感じます。わら。質問じゃねえし。わかるよ。高いよね。安村になってるよね。なってねえよ。高いんだよ。夏やしな。いや、あなた、この7年で家の中で長ズボンまともに履いたことはあんまないですよ、あなた。じゃあ、YouTube 散々私長ズボン買ってあげたって、2回しか履かないからもう。YouTube 撮ってあげ始めたのはまだ冬とか言ったり、7ヶ月前。12月とかやったから、寒い時期やって、今夏やから露出度高くなるでしょう。真夏に長ズボン履く人いるけど、部屋の中で長ズボン履く人ってそんないないと思うけど。冬の動画でもお互い短パン履いてるけど、あと、冬だからお互いほら、毛布。足がね、見えてます。夏になってそういうのなくなったから露出度が上がっただけ。要は、普通、膝にかける毛布がなくなったから、
露出度が高いだけで、中身は一緒です。ちゃんちゃん。高くない？高いよ。布の面積明らかに少ないもん。次。友達は多い方ですか？少ない。多い。次。でも俺はこういう性格やから少ない。俺もこういう性格だから多い。俺は狭く深くな関係かな。俺も浅く広くだったけど、最近は深くなってきてて、ただ友達って言われたら多いかな。浅く広くを目指した時期やったけど、維持費っていうか、もうその時点で向いてねえよ。友達作り維持するのも労力がかかるから、人件費がかかるね。疲れるこれと思って疲れる。確かに。少なくなっちゃった、結局。友達はね。次。お互いの過去の恋愛が気になる？知りたくない？前回似たのは答えてると、けど嫉妬するみたいなね。うんうん。気にならん。気になったけど、なんか前例がないからもう終わった。あったら知りたい。気にはなる。これいく？これ。これ質問。これ困ったよ。無性愛者の人に告白したけど振られちゃった。会いたいって言うと速攻で会ってくれる。でも手も繋いだことがないっていう内容なんだけどさ。まあ無性愛者で言うとああなったも逆にさ、まあ、正直さ、片思いじゃん。うん。だからそこは無性愛者とか関係なく、片思いだからもうそこは難しいんじゃないとは思うけどね。のんきに恋してるようなもんでしょう。そう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 。無理なものは無理なんですよ。まあ、ただ、無性愛者側からすると、俺も寂しかった。普通に仲良くなりたい。小学校、中学校ぐらいまでかな。やったら、異性同性関係なくどんどん仲良くなれるのに、中学の年齢上がってきて高校とかなるにつれて、なんで男同士でそんななんか、花火に行かなあかんみたいな人が一定数出てきたりして、うん。なんで同性ってだけで、そういうところ行っちゃダメなの？行けなくなったの？昔普通に行ってたんですとか、女性もそうやけどさ、いや、男と二人でそういうところはちょっと、とか、逆にも行くよって言うけどなんか変にそういう体の関係とかその踏み込んだ関係っていうのを求められたりもするから、普通に友達になれへんっていう寂しさはあった。恋愛する気ないのに、それが前提の関わりになってしまうのが寂しかったっていうのもある。から、だからこれ見たときにさ、告白して振られたって、そりゃ恋愛感情ないから振るけどさ、会いたいって言われたら、その友達としてはそりゃ会いたいもん。っていうのはきっとあるやろうなと思った。幸運を祈ります。難しいところはあると思うから、希望のある恋愛の方が幸せになりそうな気がするけど。じゃあ、こう次質問。コフさん、おゆさん、それぞれの今一番の宝物は何ですか？一番でしょ？決められへん。宝物でしょ？俺、なんかそこをすごい合理的に考えちゃうんやけどさ、スイッチ2とかさ、タブレットとかさ、MacBook とかさ、そんなこと思っちゃうんだけどさ。経済的だね。手放したくないもんって考えちゃう。俺マジでもうなんか、ここで本当に性格の違いがわかると思うんだけど、俺はもう今一生懸命あなたかルナかで考えてたの。おお。俺は真っ先に、コフっていうの、よぎったけど、おもんねって思ったから。ただののろけで、なんか、いつまでなって。のろけでなんか、あれだなって面白くないなって思って、ちゃんと、そういうのろけとかじゃなくて、ちゃんと答えようって思った。だから宝物で言ったらお湯じゃないかってなった。物だから、物。で言ったら、法律上物扱いされるペットだね。そうなの。お互いなんか変に変なところ合理的にできそう。だから、ルナかな。ルナ。俺はスイッチ2と iPad と MacBook。はい。3つ。固定資産。お互いの思い出の場所をせーのでお願いします。せーの。東京。ね、年越し大晦日に行った東京。あ、そう。神戸っつったらちょうどあれ、あげた頃のやつよ。姫路旅行とかさ。そう、姫路旅行。神戸旅行の動画上げてないけどさ。のパッキングでしょ、これだって。そう。パッキング一番最初。なんで何泊した時かな ?3 泊4日だったと思う。で、結構いろいろ回ったのさ。姫路、明石、神戸。そう。で、明石焼きとか初めて食べたし、神戸の、なんだっけ、イルミネーション。ルミナリエ。とか、なんか綺麗だよって教えてくれて、行ってみたら本当に綺麗で感動したのもある。それが印象に残ってるから思い出の場所。それが思い出の場所だと思った。私は東京で、大晦日に東京で過ごして、なんやっけ、
渡る世間は鬼ばかりじゃなくてさ、明日天気になるじゃなくてさ、天気の子。天気の子の坂がここだよ、みたいな感じで。覚えてんの？で、言った時は、はぁ。リアクション使ったの。まあでも、基本大晦日とか年越しってより家で過ごすか、神社でそのまま初詣行くか、みたいな感じやったから、年越しで旅行っていうのが今までなくて、すごいそれは印象に残ってるって感じ。まあ、何したかは覚えてない。東京タワーでそれこそ VR やったのもそこだよ。30。あの時だっけ？大30晦日だっけ？は30。でもあの近辺でやったんだ。そう。あれできたのかな？そうだったっけ？そう、でも東京でも喧嘩してよね。死ぬほど喧嘩してる。東京でも喧嘩して、俺が外でムスッとして、この人に顔そらしとって、視線の先に木があって、ばっかみたいにでけえナメクジがむっさーんって木を張っとって、めっちゃ喧嘩してイライラして不機嫌やのに。東京タワーのふもとでだよ。もう高いのぶち切れて、もうなるべく人気がいないところね、口論したいっていうかパート1の方でも喋ったけども、喧嘩したらはっきりもう喋りたいのって思ってること言いたいし、解決して行こうってやりたいタイプだから、人気がいないところに、公園のね。そう、公園の中でも人があんまりいないところに行って、二人でこそこそ、ああだのこうだの文句言ってたんだけど、で、ヒートアップもして、この人もブチ切れるし、俺もブチ切れるしっていう状態だったんだけど、この人が急になんか、そわそわし始めて、何と思って、ベッドナメクジだっけ？ナメクジ。でっかいナメクジがめっちゃでかかった。いたらしくて、過去一じゃね。もう、俺にブチ切れてんのかと思ったら、もうそのナメクジに怒ってて、なんやねんあのデカさとか言って、もうそれでまあ一気に和んだけどね。それも含めて思い出。思い出したわ。次で、これ私に答えらんねえな。相談です。最近、仕事でミスが続いています。サービス業、お客様に対してのミスではないのですが、ミスると気持ちが落ちます。何かいいアドバイスがあったらお願いします。私も落ちるよね。どん底。ミスったら誰でも落ちるよ、そりゃ。落ちるけどさ、こういうので悩む人ってさ、どん底やから。もうあれダメ、何やってもダメ、みたいなさ、人生ダメぐらいの落ち込み方。しかも続いてんでしょ？ミスが続いてますからね。ミスしてさ、もう、やばいミスせんようにって萎縮するしさ、そうなったら余計余裕なくなって視野もどうしても狭くなって、またそれだけでミスしやすくなってさ、ミスがミス呼ぶようにしんどくなる。わかる。で、ミスが、それでどんどんミス続きやすくなるからこそ、ダメだ自分って余計追い打ちかかるしさ、しんどいよね。で、サービス業にも種類によるから、サービス業も結構いっぱいあるじゃん。だから俺もサービス業やってたことあるけど、必ずサービス業だと人がいるでしょ。相手が。客へのミスじゃない。そう、なんか客とかがいるじゃん。だからそうなったら、多少相手のせいにもする。ミスった自分が悪いのはあるんだけど、そんな怒らなくてもっていう、ちょっと反骨精神は持っていいと思う。自分悪くないですけど、みたいな態度に出すのはあかんけど、自分の心を守るために。そうそうそう。いや、自分だけじゃない。要因もあった。そう。っていうのは、考えるのはいいかもね。ちょっとね、多席でもいいと思うし、俺はそうしてる。そうしないと潰れちゃう。この人の中でメンタル弱い。そう。基本的に自責なの。俺が悪かったなってはなるんだけど、切り替えも割と得意っちゃ得意だから、とはいえさ、みたいな。だから続いてるってなったら、やっぱりメンタル保つためにも、3つあったとしたら、1個は運が悪かっただけとか、俺のせいじゃないとかって思うといいよ。あとサービス業だから、人がいるから絶対。相手のせいのこともある。さあ、説教臭くなったとこで次の質問です。ぬいぐるみがどれぐらいあるのか知りたいそうです。ここに並べる？いいよ。見せてあげるよ。ぬいぐるみ。はい。出すかーい。パンダさん、チルちゃん。出すかーい。よいしょ。お前ここでいいか。そいつも来る。すごいね。全員集合だ。もう俺が見えないよ。ロココーチ、カジッチュ、ノーブス。それは違うだろ。EV のリュック。あとはベッドにまだいるよ。よしー。ベッドにもいるよ。ベッドまだいる？あんた見つけるのマジで下手くそだね。おう、ミミッキュ。ミミッキュ。これで全部かな。なんか落ちてない。カジッチュが落ちた。ルナの部屋にもいるよ。ルナの部屋、これはいらんでしょ。ぬいぐるみじゃん。これは違う。蹴りぐるみという名のぬいぐるみじゃん。蹴りぐるみは違う。エビとバナナも。
みなちゃん返すね。まあ、こんな子たちがいるよ。はい。で、次の質問です。おい、出させて。人形はこれで全部かな？こんないっぱいいたんだね。一回減らしたはずなんやけどね。海竜とかライチュウとか。これでも減らしたんです。ブースターとか。減らしたんです。まあでも推しばっかじゃないも今までの子も推しです。う。あれミュウはうんあ、よかった。見失うなよ。この距離で。まあ、ちょっと残りの質問が、あとわずかって感じやけど、ちょっとまた長くなりそうやから、次の動画で答えます。一旦これでまたおしまいしようか。はい。カメラに向かって、こんにちは。熱い。